よし、今日はこの買っておいたコーヒー豆でコーヒー入れます。京都のバイオライトコーヒーロースターズさんのウェブストアでポチったコーヒー豆2種類。こっちがコロンビアで、こっちがエチオピア。このバイオライトコーヒーロースターズは京都に行くと好きなコーヒー屋さんなんですけど、なんか注文した時より豆が増えてる気がする。今回買ったのはこのコロンビア中朝入りの豆と、こっちのエチオピアアボレ中入りの豆です。このね、コロンビア結構レアな豆らしくて、レアな豆っていうか高級な豆らしくて、値段もすごかったです。なかなか。こっちのね、グアテマラの芸者も気になったんですけど、今回はこっちのコロンビアとエチオピアにしてみました。我が家は結構近くにいいコーヒー屋さんがあるので、エチオピアのシングルオリジンの朝入りの豆はよく飲むんですけど、これ中入りってことで、なんかどんな味の違いがあるのかもちょっと楽しみ。こっちのエチオピアも増えてんな。なんか結構時期によって用意されてる豆がラインナップが変わるみたいです。京都のお店なので行かれる方がいらっしゃったらぜひ行ってみてください。私の京都旅 Vlog でもご紹介していたと思います。めっちゃお店の雰囲気も良くていいお店です。どっちから飲もうかな。製造年月日の古い方から飲もう。違う、ローステッドオン1月10日。こっちが1月10日。なんだ、同じだ。コロンビアにしてみよう。なんだこの豆。なんか甘い砂糖みたいな甘い香りがします。確かに
説明に書いてあった通りに若干ライチみたいな香りと、なんかやっぱ砂糖っぽい甘みを感じるというか、いやー、ちょっと初めて飲んだ感じのコーヒーですね。めちゃくちゃ美味しい。で、今日はこの中に入ってるものをちょっといろいろ試してみたくて、よいしょ。Android スマホとケーブル、USB Type-C to Type-C のケーブルとType-A to Type-C のケーブルで、これで何をしたいかというと、このタムロンレンズユーティリティってやつをちょっと試したいんですよね。で、最近のタムロンのレンズってこんな感じで、これ 2875F1.8 なんですけど、このレンズ自体に USB-C の端子がついてて、ここの端子と、このタムロンレンズユーティリティを入れたスマホなり PC なりでつなぐと、このページにあるように、フォーカス送りだったりとか、フォーカスプリセット、こういうフォーカス周りの設定とか、このリングのフォーカスリング、ここのリングの設定を変えたりとか、いろんなレンズをカスタマイズできるらしいんですよね。で、使ったこと私もなくてですね、今回、タムロンさんに試すための Android デバイスとケーブルを送っていただいて、ちょっと試してみようと思っております。というわけで、このお借りした Android スマホというか、ギャラクシー触るの人生で初めてかもしれない。ここにこのタムロンレンズユーティリティのアプリがインストールされておりますね。ちょっと今この使ってるこの α7-4 を使いたいので、ちょっと一旦カメラを切り替えます。はい、というわけで、α7-4 にタムロンの 2040F1.8 がついてまして、これでちょっと実験をしていこうと思います。カメラの電源を入れて、スマートフォンとレンズを USB ケーブルで接続してくださいということで、じゃあつまりはこの USB-C to USB-C のケーブルでつなぐわけですね。L 字を、じゃあレンズ側にそして、よいしょ。で、こっちをスマホ側に挿すと。で、電源を入れます。オン。はい。接続失敗。サポートしているレンズの場合、ファームウェアをアップデートしてから再度お試しくださいということで、こっからきっとあれだよね。ファームウェアのアップデートもできるよね。いろいろ見たんだけど、ファームウェアアップデートする項目がなくて、なんでだろうと思ってタムロンさんのウェブサイトを確認したところ、どうやら、ファームウェアアップデートはパソコン用のタムロンレンズユーティリティでしかできないと。モバイル版およびカメラ本体からのファームウェアアップデートはできませんのでご注意くださいということなので、一旦
ね、このファームウェアをどうやらアップデートしないと使えない風なので、ちょっとアップデートしていきます。こんな感じでレンズを PC に接続しまして、この PC 版タムロンレンズユーティリティの方でこう認識されるので、これのファームウェア情報、ここでアップデートすると、アップデート開始。はい。ちなみに今 Windows でやってますけど、もちろん Mac でも使えるみたいです。早い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 。終わった。はい。で、再びこちらに戻り、カメラとレンズを、レンズとスマホをケーブルでつなぎますと。おお、来た。接続中になりましたね。すごい。で、レンズ設定とはということで、タムロンレンズユーティリティ、さっき PC で、ファームウェアアップデートしたソフトウェアですけど、それと同様の設定ができますよと。で、カスタムスイッチの設定、フォーカスセットボタンの設定、で、フォーカスリングの設定ができますということなんですが、このレンズはフォーカスセットボタンとかカスタムスイッチがレンズ自体にはついてないので、フォーカスリングの設定だったりっていうのができますよみたいな話だと思います。ちょっといろいろこれから試したいと思うんですが、今日じゃこれから出かけなきゃいけないので、ここでまずはタイムオーバーということで、また後ほどいろいろいじってみたいと思います。すいません、ちょっと中途半端になってしまって。床がかわいいというわけで、ウエスティンの龍天門にランチしに来ました。いいガーリックの香りがする。どうですか、念願の美味しい中華。最後デザート、タピオカココナッツミルク。いやー、お腹いっぱい食べましたね。よし、今帰ってきまして、このタムロンレンズユーティリティモバイルをいろいろ触ってみておりましたが、なかなかね、面白いです。何ができるかというのは、レンズの種類によってちょっと変わってくるっぽいんですけど、この2040はレンズ側にボタンが何もついていない、フォーカスリングとズームリングだけのもので、例えばこの私がもう一個持ってる2875とかだと、ズームリングとフォーカスリングの他にここにボタンがついてるんですよね。ボタンのあるものかそうじゃないかっていうので、ちょっと使える機能が、使える機能というよりは設定できる項目が変わるっぽいです。で、ちょっと今回はこの2040で使う場合の話をちょっとしてみたいんですけど、2040の場合、
まずここのレンズっていう項目ではフォーカスリングの方向ですね。なかなかね UI が独特です。 OK ってやると、デフォルトかリバース両方向きが選べるっていう感じ。私はデフォルトでいいので戻って、でこのメソッドってやつ、これを選択するとノンリニアかリニアかって出てくるんですけど、これはマニュアルでフォーカスリングを操作する際のピントの移動方式のことらしくて、ノンリニアはフォーカスリングの回転速度に応じてピントの移動量が変化する。でリニアの方はフォーカスリングの回転角度に応じてピントの移動量が変わると、よりダイレクトな操作が可能になるっていうことで、リニアの方にさっき設定してみてたんですけど、なんか動画撮ってる時に手動でフォーカス送りする時いつもなんか使いづらいなって思ってたのはこのせいだなと思いまして、なので、メソッドをリニアにして、アングルっていうのは、その回転角度を選べるわけですね。数値が大きければ大きいほど、より多く回転させないとピントが動かないっていうイメージだと思います。でデフォルト180になってたので、ちょっと90ぐらいにしといてみようかな。はい。こんな感じでフォーカスリングのカスタマイズができますよと。でこれ項目は結構カスタマイズっていう感じなんですけど、もう一個このリモートっていうタブなんですけど、ボタンが3つ表示されます。でこれは何かというと、このそれぞれの123のボタンをこの2875とかについてるこのボタンみたいに使えるってことなんですよね。でこいつたちのボタンが何に使えるかというと、それぞれボタンの中で設定ができて、設定なしで割り当てな何も割り当てないってことなんですけど、AB フォーカス A 地点と B 地点それぞれのフォーカス位置を登録して、その2点間 AB 間のフォーカスをワンタッチで行き来できるっていう機能で、こっちのフォーカスプリセットっていうのは1箇所だけフォーカスのポイントを登録して、ワンタッチでそこのフォーカスに合わせることができるっていう機能で、それぞれどのぐらいの速度でフォーカスを移動させるかを結構細かく秒単位で設定できるっていう感じの機能になっております。今1に、AB フォーカス3秒っていうのと、2のボタンにフォーカスプリセット2秒っていうのを割り当ててみてます。ちょっと実際やってみましょう。どうやったら一番わかりやすいんだろうなと思って iPad に、カメラの画面をちょっと Wi-Fi でリモート撮影みたいな感じで映してみておりますが、これはあれかな、画面録画しとけばいいかな。じゃあまずこの AB フォーカスっていうのをやってみます。この今ここにいるブラウンとこのドライフラワー、こっち A こっち B にして、この2点のフォーカスをこのタムロンレンズユーティリティを使って動かしてみます。じゃあまずこのお花の方に、マニュアルでフォーカスを合わせますね。こんぐらいかな。はい。そしたらこの1のボタンを長押しするとちょっとここでチカチカって光るので、これでまずこのお花の A 地点のフォーカス位置が記録されたことになります。で今このブラウン完全にボケた状態なので、次は B 地点ということで、こっちのブラウンにマニュアルでフォーカスを合わせますと。こんなもんかな。
はい、それでもう一回この1のボタンを長押し。これで2点間 A 点と B 点のフォーカス位置が記録されました。あとこのボタンを1回押すとA 地点に、もう1回押すと B 地点に動く。こんな感じです。わかったかしら。ちょっとね、外でワンオペで Vlog 撮ってる時に使うとかっていう機能ではない感じはするけど、なんか家の中で Vlog 撮る時は結構使えるんじゃないかなと。なんかこういうカットがあるだけで映像のクオリティがぐっと上がる気がする。で、このフォーカスプリセット2番の方は、これが A、B じゃなくて A 点だけを記録するっていう感じの機能です。例えば今このブラウンにフォーカスが当たっているところを、ちょっと2秒だと早そうだから4秒ぐらいに設定しておこうかな。このポイントをまた2番のボタンを長押しして登録をしますと。で、一旦すべてのものからフォーカスが外れるように調整しますと。で、ここからこのボタンを押すと4秒かけてブラウンにギューッとピントが合ってくると、こういうカットを取ったりできるみたいです。はい、そんな感じでちょっといろいろ使ってみようかなと思ってます。タムロンのこの、最近のレンズは対応してるんじゃないかな。このレンズユーティリティに対応しているレンズをお持ちの方はぜひ試してみると面白いかもしれません。このね、ケーブルは一応専用ケーブルを使うことが推奨されてるみたいなのでご注意ください。